シグネーターへようこそ。ゲームキャスターの岸大我です。違いますね、ゆきしろです今回はね、岸大我、岸さんの、代理ということで急遽務めさせていただきます。よろしくお願いします。さあ、こちらのシグネーターはゲーマーのパーソナルを紐解くプロジェクトなのですが、今回はこのようなゲストにお越しいただいております。さあ、というわけでこちらに移っておりますラズさん、こんにちは。はい、聞こえてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すでにね、サムネイルを見ていただいている方には誰が来るのかバレていると思いますけれども、ここに椅子が2ついい感じに空いているところであります。どなたが来られるのかというところではありますが、そろそろ誰かいらっしゃいますかね。どうだ、いつもだったらいつものシグネーターの流れでしたらね、ここからススーッとかっこよく降りてくると思うんですけれども、今日はどなたがいらっしゃるんでしょうか。どうもお、なんかいい感じ、あれですね、ちょっと芸人さんのこの入り方みたいな。いや違いますスタイリッシュに来ましたよ自分なりに自分なりのスタイリッシュを貫いていただいたということで、じゃあ自己紹介お願いします。クレイジーラクーンのリーダーやってます、ネスです。お願いします。お願いします。そして、ファブゲーミングのピスカーです。お願いします。お願いします。そして改めてラズさん。はい、オンラインからこんにちは。ゼータディビジョンのラズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回はこの3名と一緒に、お届けしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。Make gamers more significant シグネータというわけでね、なぜラズさんがオンラインなのかというと、ここに書いてある通り、隔離期間中ということでね、ちょうどVCT のマスターズが、先日終わりまして、ちょうど日本に帰ってきたばかりでまだ隔離期間中ということで、今回はラズさんにはオンラインで出演いただいております。はい。じゃあまずは本当にね、マスターズお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。こういうね、対談企画っていうのはなかなか皆さん機会としては珍しいと僕も思うんですけど、いかがですか。あんまり経験ないですね、自分。俺はないっすね。ない。多分ゼロぐらいゼロぐらい。ないっすね。ラズさんこういったの結構豊富じゃないっていうイメージですか。ご飯食べながら適当に喋るぐらいはあるんですけど、このね、なんかインタビューをみんなでみたいなのは2回目とかかな。なんかラジオの番組でちょっとやったぐらいですね。今回はね、まさに今ラズさんがおっしゃっていただいたご飯を食べながら話すようなそういった話がいろいろと聞けるんじゃないかなっていう企画ですから、ぜひねプライベートなところもねちょっと掘っていきたいなとは思うんですけれども、まず最近皆さんどうですか。ゲームのこと以外でいろいろとちょっとプライベートな内容を聞いていきたいんですけども、順番通りフィスカーさんからいきましょうか。はい。ゲームのこと以外、ゲームのこと以外が聞きたいですかね。は運動をしようかなと思ってしてはないしてはないまだ。ちょうどね大会期間もあったりっていうのがありましたからね。何をやりたいんですか。キックボクシングとか始めようかなと思って。キックボクシング本格的に、はい。前回ダーツ行く機会があって、ダーツ投げただけでちょっと右腕筋肉痛になったんでちょっとさすがにやべえなと思ってちょっと体を動かそうかなと思って。意外とね FPS とかってプレイしてるとそんな筋肉を使うようでそんなに過度の動きをしないからね。俺も手首 M なんで、もう腕あんま動かさないんですよ。もうないっすね。筋肉こんな感じで同じところでこのポジションでしたいとは思ってるんですけど、なかなかねできないですね俺は。いつも逃げてます。いつもね。そのキックボクシングってどういうことをやるんですか。なんかガチガチにちょっと殴り合ったりは多分しないと思うんですけど、ちょっと体を動かす程度、ちょっと体に筋肉をつけるっていうか、ちょっとフィットネスよりちょっと鍛えるぐらいの感じでやろうかなって思ってます。結構そういうライトなものもあるんですね。あるって信じてます。俺は信じてる。信じてます。じゃあいざ行ってみたらじゃあとりあえずやってみますかみたいな感じで言われる可能性も一応ゼロではない。一応ある。ちょっと心の準備はしておきます。心の準備はね。一応ちょっと話し合ってみますね。戦えるようには準備はしておく。そうですね。ありがとうございます。ちょっと飛ばしちゃいますけど、運動の話がちゃんと出ましたけど、ラズさんは以前運動とか結構されてましたけど、最近はどうですか。
なんか筋肉つけるための運動とかは全然しなくなっちゃったんですけど、朝起きのウォームアップの一環として外歩いたりはするようにはしてますね。ちゃんと健康体大事だなってすごい思ってるので、最近特に。はい、ちょうどねタイムリーな話題ですけど、マスターズでもそのペーパーレックスっていうチームとの対決の際に少し体調が優れなかったっていう話もね、ラズさんありましたよね。はい、ちょっと細かく喋ると長くなるんですけど、アイスランドが寒かったからですね。はい、あれは崩したのはアイスランドが寒かったからだと思います。あとはアイスランドに美味しいアイスクリーム屋がいっぱいあるのが悪いです。なるほど、お腹が冷えてしまったというプロゲーマーでね、その世界大会に行くとなるとどうしてもその気温の変化とかがね、激しかったりしますから、普段の自分のね自宅の環境とは全然違ってね、急に体調を崩したりっていうのも、想像はつきますけれども、そういう世界大会で経験ってあります？お二人は。ベルリンやばかったね。めっちゃ寒かったです。めっちゃ寒かった。なんか、日本と違う寒さよね。なんか、風超痛いみたいな。痛い系なんだ。自分めっちゃ寒がりなんで、超冷え性で。カイロの数おかしかったもんね。カイロの数だけで3つぐらい持ってるんです。3つ4つ6つぐらい持ってたんで、ポケットに2つと手元に2つみたいな。それは何、試合中以外も常に持ち歩いてるんですけど、そんなに寒いんだ。本当寒かったです。体調崩さないように本当気をつけないとね。そうですね。食生活もね全然違うんで、やっぱそうか、同じメニューとか続いたりしてたんで、俺は。ご飯食べてないもんね。お米欲しくなる、お米欲しかったよね。そうか、お米は基本ないあんまりないですね。あんまりないか。その辺のラズさんどうでした？アイスランドの食生活。いやー、最初の3日間ぐらいはめちゃくちゃ美味しく食べれたんですけど、メニューがすごい少なくてですね、ハンバーガーとサンドイッチとラザニアぐらいしか食べるもんなくて、で結局1ヶ月ぐらいいたんで、もうこの3つで1ヶ月過ごすっていう結構地獄な日々でした。その分を後半アイスクリームでブーストしてしまったという。いや、もう次行く時はキャリーケースに日本酒が積みまくっていこうって話をしてました。賢いね。それがいいかもしれないですね。確かにね。なんか KR の選手は、カップ麺用のキャリーケース持ってきてましたね。めっちゃ持ってきてたね。そうで分けてくれたりしてたんで。じゃあそれもらって食べたりも。そう。正直マジで助かったっす。結構大事ですよね。でも食べれないなら持ってけばいいんだ。なんか服より食べ物の方が多く持っていった方がモチベも上がるね。服は最悪ね、現地でほらちょっと洗濯もできるでしょうから。ね、なんとかなるでしょうけれども。あとやっぱ日本食食べると落ち着きますね。ほっこりする。お湯は沸かせるんで、味噌汁の素とかも最強ですね。それ持ってってましたね。じゃあ佐藤のご飯いっぱい詰めてってさ、あとはなんかね、味噌汁の素いっぱい持っていけば一応こう、ちょっとこうホームシックになってきた時も日本食が食べれるわけですからね。これはすごく使う日が来るかどうかはわからないですけど、いい情報を得ましたね。ありがとうございます。ちなみに最近の話を振っていきましたけど、ネスさんは最近どうですか？最近でもZの活躍見て、本当練習ばっかりしてますね。どこのチームもそうだと思いますけど、なんか前よりZのおかげで増えました。それは練習決められているチームの練習時間以外もどっちもですね。どっちもかなり個人においてもチームとしても練習する時間が増えたと。そうですね。めっちゃ増えました。かなりね、ここにいるラズ選手も含めてゼータディビジョンはね、日本にかなり希望というかね、刺激をくれましたよね。逆に良かったよね。逆に良かった。ラズさんとかゼータが無理だったらちょっと怖かったもんね。怖かった。正直どうなっちゃうんだろうっていうのはね、正直あるもんね。あれより強いやつ、簡単にいないだろうと思ってるけど、それをね、マスターズ1のゼータはかなり強かったかなと思うんで、本当にこれで通用しなかったらどうしようっていうのはこれもありました。確かに。確かにね、ネッさんのいる横で言うのもあれですけど、言って3回クレイジーラクーンに勝利しての、完全勝利という形で上がってるから、これでボコられちゃったら俺たちどうなっちゃうんだっていうのもありますもんね。そうですね。なるほどね。でもいい感じに刺激をもらえたわけですけれども、ゲーム三昧という感じですけれども、プライベートはどうなんですか？なんかファブのイベントとか、あとは VCT の撮影とかで大分と会うことはあったんですけど、結構そのイベント後に
ご飯とか行って、うん、なんか昔の話とかテリーさんとかマネージャーのテリーさんとか含めて、焼肉とか食べ行ってましたね。なんかお互い、なんですかね、結構知名度も上がっちゃって、ラーさんもエスカさんも、なんか昔からの人と話すときに、CSG をやってた時と、今のなんか生活のギャップすごいよねっていう話めっちゃしますね。やばいね。確かにね、どれだけ昔話でいいか分かんないですけど、それこそ CSGO では、本当に狭いコミュニティの中でみんなが切磋琢磨してたと思うんだけど、今はね多くの人に応援してもらえるようになって、ファンもたくさんついてね、こう人に見られるのをすごい意識するようになりましたよね。そうですね、なんかだから発言とかもちょっと気使っちゃいますね最近は。なんか悪い方に捉えられちゃう時があって、良くも悪くも気をつけなきゃなと思って意識変わりましたね。ラズさんもめちゃくちゃそのあたり気使ってるイメージありますけどね。いやもうツイートの減り方とかやばいですよ全然ツイートとかしなくなって、ただまあもう変に受け取られちゃうのはもうしょうがないかなって割り切ってますね。一応ツイートするときはまあ誤解のないようにはするけど、まあ、誤解されちゃったらもう無理だって感じで諦めてます。なんか前ラズさん銃持ってる変な顔してる写真は何だったんあれあれいつのやつそれあれじゃない？あれだ。銃ってあれじゃない？ターゲット1のスマッシュログのスマッシュログの撮影行った後にその日そのまま銃を買ってああはいはいはい、そうで帰宅した時の写真だよね多分。危ない顔になってたね。体感得てたもんね。あそこからさらにサバゲーグッズ買い込んでサバゲー行きましたよ俺。本当に？楽しそう。実際にサバゲーってどうなんですか？ FPS ゲーマーとしてなんか通ずる立ち回りとかあるんですか？なんか多分 FPS やってないよりやってる方がいろいろ思うところがあるかなっていうのはあるんですけど、やっぱまあ、その地形が分かんなかったりルールとかもそこで初めて知るもんなんで、まあ結構別物かなとも思いますね。マップも基本分かんない状態スタートだから、マップっていうか地図っていうか絶対あれだわ、体とギャップあって、バグりそういや、分かる多分想像してる自分と体が追いつかんみたいな。銃持って走れなそうだもんね。最初絶対こうゲームとさこうすり合わせようとしちゃうと思いますけど、始まってみたらそんなことも多分考えられなさそう結構だって重いっすもんね。絶対重い、重いものだと3キロとかになるんで、疲れますね。それなりにこう安全性のために着込むし、より体も重くなるし。そうっすよね。そう痛いの嫌なんでめっちゃ着込んだんですけど、すごい暑かったですねなんでもう冬に行ったんですけど、夏に行くと死ぬかもしれないです。もう暑すぎて冬ですら暑いと感じちゃうんだ。まあ動きもあるもんね。でもめっちゃ面白いですよ。めちゃくちゃいい運動にもなって、そのサバゲーの時にもう感じたのが、本当に久しぶりに本気で走ったなっていうのはあと体勢とかもやっぱりしゃがんだりするんで、太ももの筋肉使うし、めっちゃいい運動になるなっていうのは思いましたね。話聞いてるね、ちょっとこう運動の話もちらっと出つつですが、サバゲー良さそうですね。いや楽しいと思うんですけど次の日絶対死ぬなって思って、次の日考えずに行こう。終わるな多分、しかもなんか短期間でポンポン行くもんじゃなくて、結構月1とかになるんで、もう疲れて鍛えられても、次に行くのがその来月なんで筋肉ちょっと落ちちゃってまた疲れるそれになんか備えてまたちょっとこう別の運動も挟んでいけばね。でも1ヶ月後だったら次へのワクワク感が高まるわけじゃないですか。そうですね。こういうグッズ足りないなと思ったら次これ欲しいなとか思ったり、銃の種類変えたいなと思ったらね買いに行ったりとかね。沼っすねそれ。沼めちゃくちゃ沼だよあれ。スナイパーライフルとか持ちたいんじゃないですか？持ちたいよね。でも一番重いですよね多分。重いだろうね。一番っていうか基本的に使う武器の中では。あとサバゲーのスナイパーライフルはなんかもう達人しか使わないらしいですよ。専門なの？なんか銃のその威力とか変わんないから、でスナイパーライフル一発ずつだから、もうめちゃくちゃハンデみたいな感じになるから、本当に好きな人が本当に好きな人でめちゃくちゃ上手い人だけが使えるみたいな感じらしいですよ。やめとくか。めっちゃ使いたいでも。めっちゃ使いたい、分かる。スナイパー好きだからめっちゃ使いたい。まあでもね、スナイパーがきつけば多分ショットガンも
ショットガンはダメです。じゃダメダメです。ジャッジ。ショットガンはダメです。あかん。いやいいんじゃないですか、サバゲーぐらいは。防具とか破壊しそうやもんな。やばい、怖い。ショットガン撃たれるのちょっと怖い、正どう直。しようかな。どうしようかな、実際にサバゲーに行ってさ、フィスカーさんがさ、ショットガンで撃たれて、なんか、食らったらヒットって言うけど、ヒットってこう投げ出していったらどうしようかな。良い子は真似しないように。やられるな、その場で。実際サバゲーの方でトラウマになってるんじゃん。フィスカーさんやっちゃったもんな。ランクでたまたま来るんですよ、俺の方に。たまたま狙ってるんじゃん、あれ。守りでショットガンで待ってたら、フィスカーさん来るんですよ。会いに来るんですよ。で、俺怒られてるんで、理不尽ですね。大体その怒ってるの切り抜きされるからね。そうそうそう。おもちゃにされてるんで、前電話来ましたからね。敵にフィスカーさんの時。怖いっすよね。見たそれ。速攻で電話してる。ほんまに電話したろうと思って。怖いよね。キル取った瞬間急に消えちゃう。ラウンド中ですしね。そのうちオフィス行きます。さあという感じでね、このメンバーがそれと結局ゲームの話をしてしまうというのがこの時点で分かりますけど、まああえてじゃあちょっとゲームの話をしましょうか。はい、それこそその VCT のマスターズの話をちょっとしたいと思うんですけれども、まあゼータディビジョンが、今大会では3位という、素晴らしい結果を残していただきました。それぞれのね、なんか印象に残っているところだとかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、フィスカーさんから見ていかがですか？自分が一番叫んだシーンは、フラクチャーのニップ戦で、デップマンがクラッチしたところ、シェリフでエコで、はい、テンさん飛んだとこだ。そうテンタ飛んだんだけど、その後確かシュガー君とデップマンでなんかもう壊しちゃったみたいな、最後。シュガーさんやばかったね。やばかったマジで。叫びすぎて息子起きたもん。息子が起きた。夜遅いからね。こっちの時間夜中でしたからね、基本。息子に怒られて。早くて2時、遅くて5時だからね。あれめっちゃ熱くなった。盛り上がりましたよね。デッサンいかがですか？インゲームじゃないんですけど、ニップに勝った時に、ラズさんのインタビューでラズさんが泣いてたのが来ましたね。さすがに。俺ラズ君のさ「あー」ってやってた。俺あれ泣いちゃったよ。あれはねずるいよね。あれずるいっす。ずるいよラズ君マジで。いやなんか横でやると変な感じしますね。直接聞くもんじゃないかもしれない。あれだけさラズさんさ感情がさこうあらわになって爆発してたことって今まであまりないんじゃないですか？いやないですね。あんまりなんか感情出すのにエネルギー使うの好きじゃなかったんで。ドライすぎない？それがこう今回のマスターズでは明らかにその声出しも含めてかなり感情が出てたわけじゃないですか。そこは何かこう心境の変化というか、むしろ好意的にこれ意識しましたとかっていうのはあったんですか？ああそうだな、なんかもともとめちゃくちゃ雰囲気がいいチームで、あとなんか雰囲気悪くなったり、結構敏感な選手が多くて、もやってなった時にパフォーマンス落ちちゃったりするのがいるんで、なんかそんなんだろうな、盛り上げ役とまではいかないですけど、いいところは本当にいいなって言いたいし、頑張ろうってところは頑張ろうって言いたいなって思ってたら、なんかストレートに出ましたね、自分の感覚が。いいね。さすがにあんなにうるさいことはないですね。なかったです、今まで。間違いなく引っ張ってましたよね。間違いなく。あんなラズ君見たことないもん。ねちょっと本当に冗談抜きで涙出た俺。なんか表に出ただけで多分もともとあんな感じですけどね。もともとは本当はそうだと。そうですね。でもずっとこうクールでしたもんね、今までは。表に出さないだけですよ、本当に。うるさいのはうるさいので、その好きじゃないやつは好きじゃないし、なんていうかな。そこにエネルギー使うよりは、ちゃんとゲーム内で考えた方がいいよねっていう合理的なやつもいるんで。あと、冷静にならないとやっぱりミスっちゃうよねみたいなのもあるからね。切り替えちゃうとね。ラズさんはどうですか？印象に残ってる部分、いろんなところが質問されるかもしれないですけど、結構一試合激闘だったんで、割と全部残ってるっちゃ全部残ってるんですけど、個人的にはフナティック戦のエースがね一番良かったかなと思います。最強エースですね。あれは
こすり続けますよ。それ自分の配信でもこすり続けるってねなんか話すことなくなったら、とりあえず俺フナティック相手にエース取ったんやでって言おうかなと思ってます。フナティック、まあメンバーは全然違うけど、フナティックと戦うのは2度目？そうですね、大会当たるのは一応ね2回あの時も結構だって接戦だったよね、確か。14の16です。ね、めちゃくちゃあの時も盛り上がってましたもんね。すごかった。まあ、僕のね印象に残ってる人もちょっとだけ使われるかわかんないですけど言っておくとインタビューの対応がまず上手くなったなって感じましたね、ラズさんが。俺ですか？はい涙をこらえるのが純粋に上手くなったなってその目をつむることによって冷静に喋れるというのをなんか気づいたのかなんかもう5分ぐらい目つむってる時ありましたね。それはそれでこっちからグッとくるものはあるんだけど、そう初めて知ったんですけど、涙出るときは目つむると涙出るのを抑えれるのをそこで知ったんでめちゃくちゃ開けてたら終わってたんだ、そのね、スムーズにこう話せるというのもあったんで、ネスさんはぜひ参考にしてください。エネルギー使うのもったいないとか言われたら俺どうすんだよみたいな、確かにね、さっき思いましたけど使いまくりだよ他で。まあいいんじゃない、使えるところでね。人がね、その人によるんでね、全体のスタミナをこうみんなね運動もしつつ鍛えていければいいんじゃないですかということで、次回はきっとサバゲー編が行われることでしょう。プロゲーマーだけでなんかやってみたいですけどね。やりたい。めちゃくちゃ楽しいと思う。ちなみにめちゃくちゃやりたい。10年前からずっと言ってるの。その辺の界隈のプロ全員集めて国立競技場とか借り切って運動会やりたい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 。キャスターですか、石城さんは？そうですね、キャスターが、ね、参加はできないですか？参加してもいいけどキャスターがないですね、そこは全部こう e スポーツに関わりのある人たちを集めてさ、楽しそうですよね。めっちゃ楽しそうじゃない？絶対楽しい。誰か企画してください。すごくこうお金もかかるし労力もかかるイベントだと思うので、いつか誰かやってくれる。いつか見たいですね。ね、見たいよね。綱引きとかバース強いでしょ。バース絶対強い。最強でしょ。あいつマジで強い絶対。バース足も速そうだしね。足も意外と速そうだもんね。はい。ちなみに今バースさんの話が出てきましたけど、最近いろいろバロラントのニュースっていうところがいろいろ出てるわけじゃないですか。僕もねその中で一つ見ましたけど、なんかバースさんのね、はい、インターネーションゲームの移籍のニュースって、あれちょっとびっくりしましたよね。そうですね、なんかアブソリュートの5人いたじゃないですか。なんかレイタもそうなんですけど、なんか他のチームのユニフォームの姿が全然想像できないんですよね。確かに。俺からしたらめっちゃ違和感あるから、確かに。そうなんか新鮮で楽しみですけどね。しばらくクリエイターというか配信側に回って久しぶりの競技シーン復帰という話になるわけですけど、フィスカーさんはどう思います？個人的にはその新鮮さもあるんですけど、めちゃくちゃ嬉しいのと、世界に認められたバースが帰ってくるっていうのがコントローラーのスペシャリストが、ずっとから嬉しいですね。あれ来た。あれ来たよ。何乗りだよ。怖いって。軽い乗りで来るんだな。日本の競技シーンと、世界のこの競技シーンのこのレベルっていうこの差についてちょっと話していきたいんですけども、ゼータの試合とか雰囲気見て思ったのが、なんか悔しい負け方するとちょっと飲まれちゃうみたいな、飲まれないようにしないといけないんですけど、メイクゲーマーズモアシグニフィカンシグネーター。